森林さんって芸名の由来は？検索されるようになっちゃったの。学生時代の森林さん、よく喋って明るかったから、アジサイに似合うのはカタツムリなのに僕はナメクジ。ハロー皆さん、ジュンラブジョイです。見て、また来ましたよ。あ、誰かしら？誰ですか？行く森林源人です自分のチャラに笑ってるはい、来ましたね。またありがとうございます。はい、この前通常のインタビューしましたけど、その時は自分からの質問なんですけど、今回はなんとファンからいただいた質問です。ドキドキね、ドキドキで、とっても興味深いの質問いただきましたので、早速なんですが、はい、ファンの皆さん、質問の募集ありがとうございます。たくさんの面白い質問をくれて嬉しいよ。みんなありがとう優しい。はい、最初の質問ですね。いきます。はい。森林さんって童貞ですか？本当にいただきましたよ。本当に今日はまだ今日童貞じゃないわ。明日は童貞です。明日は童貞で、毎日ね、変わりますね。そうということですね。はい、ありがとうございます。はい。芸名の由来は何ですか？芸名の由来は、僕が初めて出た作品が死亡遊戯っていう作品で、ブルース・リーのね、死亡遊戯っていう映画があるの知ってる？ブルース・リーが悪いやつを次々現れてくる敵をやっつけていくっていうね。でそれみたいに、女優さんが次々に現れる男優を生かせてやっつけていくっていう作品だった。敵役として僕が出てきて、知る男優だけどね、知る男優の一人一人にね、名前をつけてくれたのよ。森林源人。そうで、森林源人ってその監督がつけてくれて、でそれ使っちゃっていい？そうわお。それでも最初なかなかさ、電話に出て森林源人ですってさ名乗るの恥ずかしいじゃん。でしょ。でだから一応芸名は森林源人だけども、それ名乗ってなかったんだけど、ネット社会になって検索されるようになっちゃったのよ。そこで本名をねバンバン書かれるようになって、これはまずいぞで、一生懸命僕は森林源人です森林源人ですって言うようになってったといういきさつです。なるほど、いいね、それ好き。はい、自分で決めたんじゃなくてされた。そうもらいました。はい、これ私すごい質問、この質問すごい好きです。ありがとうございます。はい。学生時代の森林さんってどういう人でしたか？小学校は共学で、共学で結構ね活発だったんですよ。小4ぐらいまではリレーの選手だったり、よく喋って明るかったからクラスのなんかムードメーカーみたいなね。でも女の子に対しての接し方が分かんなくて、てか小学生にあるあるだけども、好きな子に意地悪をしちゃうみたいな。それでずっと小学校の時、小1から小6まで好きな子がいてね、その子におならをかけるというね。子供だあーって「何々ちゃん何ちゃん」何っつったらみたいな。嫌われて嫌われてました。そんな子で中高になると男子校になっちゃって、それでだからもう女性への憧れが強くなって、どんどんこじらせていって、もうをしまくって。でもどんどんそれで、男子校なんだけど、教育実習生っていうね、先生の見習いの人たち、大学生がね、1年に来るのよ、2回。でそこで大学生のだからお姉さんだよね、お姉さんが来るたんびに恋をしてラブレターを書くの。かわいい。でもね、そのラブレターがちょっと気持ち悪い、今思えば気持ち悪いラブレターで、それ6月だったのよ。で6月でラブレターを書いて、そこにアジサイのね、アジサイってわかる？アジサイの花びらを入れて送ったの。でその中の内容は「あなたはアジサイのように美しい女性です」と。でもあなたに似合うのはカタツムリですと。アジサイに似合うのはカタツムリなのに僕はナメクジ。あなたには不釣り合いですが、あなたのことが好きですって。警察読みます。気持ち悪いでしょ。花いただいて、なんか気持ち返せないけど可愛いけどナメクジ出たの。
気持ち悪いよね。銭形ね、なるほど、はい、かわいい。そんな人でした。はい。いいね、あれ好き。はい。いい質問です。はい。女優さんに、森林さんのファンがたくさんいます。ご自身で持ってる秘訣は何だと思いますか？それは、先輩からね教わった教えがあって、それは白玉団子さんっていう人なんだけど美味しそうな名前。そうそう本当にね美味しそうっていうかね美味しそうないい人なのよ。で団子さんはね決してイケメンじゃない、だけどもね僕が男優始めた頃にねすごい女優さんから人気あって、仕事もすごく忙しくてアメリカに挑むと。もうイチローとか野茂ってわかるかな、イチローはわかるよね、そういう人みたいにアメリカのに挑んでいくみたいなすごいチャレンジ精神のある先輩でね、決してかっこよくないのに、なんでそんなに人気あるんですかって、僕結構 NG 食らうんですけどって言ったら森くんねって、僕とか森林くんみたいなね、人はモテようと思っちゃダメなんだよって。いいね。好かれようって思っちゃダメなんだよって。一般人でもよく聞いてでも気に入られたいじゃないですかって言って、それはねイケメンがすることだから、で僕たちがすることは嫌われないようにしようと。で帰りにね、女優さんが帰る時に、今日の撮影嫌じゃなかったなって思って帰ってもらえれば、それで僕たちの役目は全うできてるんだよって。でもいいアドバイスじゃない？そうだ、それですごくハードルが下がったんだよね。今まではモテたいとか好かれたいだからかっこつけちゃうでしょ。それでなんか偉そうにしちゃったりとかさ、クールぶっちゃったりしてさ要するにとっつきにくいんね、だけども今は嫌われないようにだから、痛いことをしませんよ、あなたが嫌なことは絶対しませんよっていうスタンスで臨むから、だから仕事がしやすいと思ってもらえるんだよね。素敵、ありがたいですよ。でもそれが別にね女優さんから褒められるのは、仕事がしやすいというのはすごくそれが目的というか目標だからいいんだけども、じゃあそこで付き合いたいとか結婚したいってなると、それは別の話になるでもね男優としてはもうそれで十分っていう感じですよ。でも本当にいいアドバイス、一般人でもぜひ。そうなんです。素敵、ありがとうございます、白玉さん。はい。美味しそう。はい。プライベートではします。違いはね、まずじゃあ同じ点を言うと、プライベートでする人にも検査表をね持ってきてもらうのよ。なんかもう今絶対じゃん検査、性感染症のね。でかかったらもう仕事なくなるよね。そう終わっちゃうっていうか休まなきゃいけなくなっちゃうから、プライベートでする人にも男優だっていう事情を知ってもらってる上で、じゃあ定期的に検査を受けて、それで安心してやりたいっていう話はしてて、じゃあ何が違うのかというと、単位の数が少ない。確かに確かに。もうね多分しかしてないとかね。やだ、バック行ってください。なんかねバック行くんだとしたら、最初にもうその女性が後ろからって言った時ぐらい、自分からバックにしたいっていうよりはやっぱり顔見てたいし、くっついてたり抱きついてたいし、だからそれでバックになっちゃうとちょっと見えないし体が離れちゃうじゃん、だからバックするんだとしたらネバックだね。潰れバック。ネバック一番弱いよ。もう変な声出ちゃうよ。その意味じゃないよ。怖い声グー。ネバック一番恥ずかしい。でもね、やっぱとにかくねくっついてたよ。それが撮影ではできないから、それが違うかなと。素敵。お、いい答え。OK。はい。はい、いきます。好きなのはキス。どういうキス？ディープキス？ディープキス。オッケーオッケー。僕が命名したねキスの種類があって、ハニーキスというね。ハニーはね蜜。いや英語ですよ。英語ですよ。ハニーってさ恋人に向かっても言うよね。だから2つの意味あるからどれかな、なんか甘いキスかよだれがもうハニーみたい。そう。よだれが交換されるような、別に垂らすわけじゃないんだけど、相手とそのよだれが絡み合うような。蜂蜜ってさちょっとさこういう風に糸引くでしょ。だからそれみたいに、それはよだれで糸引くんじゃなく、お互いになんか唇を
吸うことで引っ張られるようなその吸引があるキス。素敵。あれいいね。私もそれ好き。なんだろう、なんかベロキスとかじゃなくて、そのなんか情熱さ、なんか蜂蜜のように、なんだろう、2人がハニービーになるとか。じゃあお言葉に甘えてやってみましょう。違いますよ。ファンがこう怒るよ。いやでも作品で見れる、めちゃくちゃキスした作品。いやなんかないよね。ハニーキスだって基本的にはさ、キスってさベロを見せなきゃいけないじゃん。だからあれがヘビなんだよね。ヘビキス。ああ。海外の方苦手、いつもコメントくる。なんで日本人なのは日本人と思っちゃうけどですよ。なんであんなにいっぱいベロ出すの？モザイクあるからじゃない？なんかエロいもの見せないといけないから。そうだ、ベロの動きを見せなきゃいけないっていう、多分海外の人は自分たちがさやっぱキスが上手だから慣れてるから、2人のキスを見てね、ベロが出てなくてもベロが噛み合ってるなとか絡み合ってるっていうのが想像がつくんだけど、日本人はベロが見えてちゃんとベロが絡み合ってないと、いやなんかただ唇だけでやってんじゃないのか、なんか上辺だけじゃないのかみたいに疑っちゃうから、ベロを出して、もうなんか食べるようなキス。そうベロ疲れる現場もありますよ。なんか筋トレしたみたい。はい、NG ありますか？ NG は自分がそれだと立たないなって思うのはね。でもおしっこは好きなのよ。おしっこを飲んだり浴びたり、それは興奮するんだよね。だけどもやっぱりあんまりかな。でも好きなのよ。ゲロはね1回やったんだけど、別に嫌じゃないけど好きでもなかった。あ、でもそれ大事。やっぱり全部好きわけじゃない。みんなそうなんだよね。好みとかあるから素敵。あとはねハード SM もあんまり好きじゃない。ドグマさんみたいな現場。そうだね。なんか女の人がもう本当に雄たけびを上げるような、それが本人は気持ちいいって言うけど、僕からするとなんかすごくいじめられてるだけのような、いじめてるだけのような、あとは物扱いになってる。自分は女優さんがね。だからそれはすごく、だから相手でも女の人によってはさ、物扱いされたい人もいるわけだよね。いっぱいいます。私インタビューする M 上多いです。そうだから乱暴にされたいみたいなね。でも乱暴にしてても相手のちゃんとリアクションがあっての乱暴だったら、そのキャッチがねできてるけど、でもただ物として穴かせよみたいなね、そういうのがねもう興奮できなくなってきちゃった。昔はしてたけど、今はだからそれはそういう内容を聞くとちょっと対応できないと思いますって断るよね。でも偉いよ。だって興奮しないとあんまりいい作品撮れないと思うよ。演技っぽくなるから。OK します。わお、何出るって出るよ。いやでもだって帰ってきて、なんかの現場から帰ってきてまだ出ます？出る。わお。だし、あとはさ50現場やっても30日が全部埋まるわけじゃないのよ。いやでもそれ怖い。1日が1つ以上になっちゃう。そうでも1日2現場やる男優ってでもよくいるでしょ。だからそうなってくると別に休みの日があったりするし、あとは次の日が午後からだったりしたらするし、でもあんまりちょっと大きな声じゃ言えないんだけど、見てするのはやめたのよ。でそれは想像だけ？そう想像だけのに変えて、中毒っていう言葉があって、あります。ネットですると僕ね朝になっちゃうのよ。だから12時から始めても6時みたいな日の出もうずーっとねやってんので、ずーっとねネットサーフィンしちゃうのよ。本当大きな声じゃ言えないけど、パブとかね作ってるでしょ。だってもう帰ってきてあれも見るのはやりすぎじゃない？想像だけで十分じゃない？だからね壊れちゃってんのよ頭が。それで断食をしてで100日間断食をして、それで頭の中をすごくすっきりさせて、いいね。ネットでしすぎると、刺激的な映像じゃないと興奮できなくなっちゃうのよ。ちょっと危ない。ちょっと変なもの見ちゃうから。休憩させて自分の中の想像で、純ちゃんのお尻よかったなすごい食い込んでたなとかおかずになった
とかね、まあ、そういうことを、はい、やっております。でも嬉しいよ、なんか男優がそういうこと言ってくれてすごいありがたいよ。なんか見ろ見ろ見ろ、たまに休憩しましょう。想像を使いましょう。そうなんですよ。たまに二次元のキャラとやってみませんか。男優さんを辞めたいと思ったことありますか？時とかね。ジュンさんの印象はどう？これ頭の中変態だみたいな。あるよね。監督 NG にしたことあるよ。めちゃくちゃだね。そういうことが聞きたいんですね。いやそう、私